今日はですね、東京都内の病院7割が赤字、都が緊急提言、診療報酬 10% 上げろというですね、提言を出したということについて解説したいと思います。政府では自民党と維新の会がですね、連立を組んで、医療費の削減、社会保障費の、削減に取り組んでおります。いろいろ揉めておりますし、厚生労働大臣はですね、多分厚労省の中の官僚に言われてたと思うんですけれども、診療報酬ですね、診療報酬というか医療費、後期高齢者1割負担を3割負担にしろ、みたいな、そういう一律3割負担っていうお話が出てきてるわけですけれども、この辺の背景にはですね、例えば湿布とかですね、無駄なものが保険適用されて、本当は OTC、つまり薬局で買えるようなものがですね、1割負担、あるいは生活保護だともう、0% 負担でですね、いくらでももらえちゃうみたいなところがあって、それに頼って薬とか出しまくってる、G 医者とかがですね、いたりとかして、その人たちが会員の日本医師会がですね、自民党に政治献金してですね、彼らの既得権益を守ってんではないかと。その通りだと思うんですけれども、そういった状況にあると。この高齢者の医療費負担、あるいは OTC でいいような、要はつまり薬局で 100% 負担で買えるようなものまで、なんで処方薬で出すんだっていう、そういったところも含めてですね、大なたを振るわなければいけないというのが、特に維新の会、ね、猪瀬直樹さんなんかが言ってますけれども、こういうことがですね、国会で議論されている時にですね、なんと東京都はですね、ほとんどというか、大半のですね、病院が赤字だから、診療報酬 10%、7割赤字だから 10% 上げろと、診療報酬を。もう、とんでもない提言が僕はなされてるんじゃないかなというふうに思います。そもそもですね、病院が赤字なのは、経営努力がされてないからですね。というのも、医療法人っていうのはですね、理事長とか全部医師がやんなきゃいけないんですよね。基本的に医者しか経営できないんですよ。もちろんその医師を立てて実質的にメディカルサービス法人とかを通じて間接的に支配してる医者じゃない人たちっているんですけれども、やっぱりしっかり支配できないんで、なかなか経営うまくいかないんですよね。なんですけれども、医師がやってる場合はうまくいくところはうまくいくと。とある美容クリニックでうまくいってる医者の人に聞いたんですけど、医師で経営がわかる人ってのはごくごく少数しかいないと。だからそういった人たちが美容クリニックとかでうまくいったりして大金持ちになってるっていう、そういう現状があると。それは当然ですよね。医学部でこういった経営理論って基本的に教えないんで。でも、ほとんどの人たち、多くの人たちが開業医になったりとかして、自分たちで経営したりとか、病院の院長になったりとかして、あるいは理事長になったりとかしてですね、経営をしたりとかしてるわけですけれども、全く習ったことがない。習わずにやれる人ももちろんいるわけですけれども、それはやっぱり少数派ですよね。医師のスキルと、それが両立してる場合もごくごく少数あるかもしれませんけれども、おそらく経営ができる人とかって医者にならないと思うんですよね。なので、基本的には両立してないことが多い。これを解決する唯一の方法って何かっていうと、株式会社の参入なんですよ。だから株式会社が参入すれば経営効率は明らかに上がりますよね。それを阻んでるのが日本医師会です。それは開業医の団体なんで、例えば病院がチェーン化して、実際にはそういう風に言った麻生グループとかそうなってるんですけど、特集会とかですね、効率経営してるところはやっぱり特集会とか特にそうですけど、叩かれやすいですよね。ということで、病院のそのチェーンストア化とかですね、いろいろみんな言われてるんだけれども、結局、今の医師会が反対して、その医者以外が経営できないような状況になってても、美容クリニックのグループ、SBC とかですね、東京美容外科とかですね、いろんなとこありますけど、結構伸びてるし、実際今、新しく医師免許を取った医者が、他の診療科に行かずにみんな美容外科行っちゃって、人材不足になってるなんて話も聞きますけど、株式会社化しようがしまいがそういう状況ってのが起きてきてるわけで、本質的にはあんまり関係ないと思うんですよね。それよりも何よりも医療を改革して、特に DX 化とか、AI、DX 化、こういったところってのはもう必須ですよね。だから、今の AI だったら、例えば、そのプラウドノートみたいな AI 音声レコードありますけど、あれ入れるだけで、完全にカルテに特化した形でですね、問診をしたデータをそのまま下書きしてくれて、あとは医者がパチパチパチって直せば、もう直さなくてもいいぐらいのレベルの、カルテにそのままデンカルに入力できるぐらいの文章は、チャット GPT-5 とかだったら余裕で出てきます。そうするとですね、彼らがディクテーションというか、入力してる手間、時間、
こういったものを削減できるんで、より多くの人たちを診察することができたりとか、待ち時間が少なくなったりとか、待ち時間が少なくなるってことは、それだけたくさんの患者さんを裁けるってことですから、当然経営にとってはプラスになると。そういうようなことをですね、AIDX 化とか、普通の会社だったら当たり前にやらなきゃいけないところをやってない。だから診療報酬1割上げろっていうのは、もう暴論でしかないですよね。それを都が主導してるっていうのがよくわかんない。まずは効率化でしょ。まずは株式会社化なんじゃないですか。そういったところを改革していかない限りですね、根本的な抜本的な改革にはならないと。そういうふうに思っておりますということで、この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。